4歳でカートに乗り、34歳でサーキットに散った。妻との離婚も父の反対もすべてレースを選ぶための代償だった。なぜこの男だけが亡くなった今も世界中で語り継がれるのか。それでは前半を聞いていきます。1960年3月21日、ブラジル・サンパウロ市内のサンタナ地区に一人の男の子が生まれた。本名アイルトン・セナ・ダ・シルバー。父ミルトンは地主で自動車部品工場を経営する資産家で、母ネイジとの間に生まれた長男だった。裕福な家庭に育ちながら、セナの幼少期には一月になる記録が残っている。3歳になっても階段をうまく登ることができず、脳の検査を受けた。しかし結果は異常なし、ただの発達の個人差だと判断された。その後、セナは体操や他のスポーツで頭角を現し、運動神経の良さを発揮し始める。そして4歳の時、父ミルトンがセナのために1馬力の小型カートを手作りした。初めてそのカートに乗った日、セナは何かに取りつかれたように走り続けたという。その日からこの少年の人生は一つの方向に向かって動き始めた。カートへの情熱はとどまるところを知らず、13歳の時、国内のカートレースに本格参戦を始めた。1977年、17歳で南米カート選手権を制した。この頃すでにセナの速さは同世代の頭一つ抜けていた。しかし父ミルトンは複雑な思いを抱えていた。レーサーとして息子が才能を発揮するのは誇らしい。しかし自分が築いた会社をいつか息子に継がせたかった。1980年、20歳のセナは幼なじみのリリアン・バスコンセロス・ソウザと結婚した。翌1981年2月、セナはリリアンと共にイギリスに渡った。フォーミュラカーレースへの挑戦を始めるためだった。イギリスのレース環境はブラジルとはまるで違った。洗練されたチーム、精密なマシン、世界から集まった才能たち、セナはその世界に飛び込んだ。フォーミュラ、フォード1600の2つのシリーズに参戦し、そのどちらでもチャンピオンを獲得した。しかしここで父からの圧力がかかった。家業を手伝うために帰国しろという要請だった。セナは苦渋の決断をした。1981年シーズンの終了後、引退を発表し、ブラジルに帰国した。しかしブラジルに戻ってもレースへの情熱は消えなかった。むしろ日に日に募っていった。そしてセナは決断した。もう一度イギリスに戻ると。問題は妻リリアンだった。リリアンはブラジルでの生活を強く望んでいた。レースのためにイギリスに戻るという夫の選択を受け入れることができなかった。二人は長い時間をかけて話し合った。しかし結論は変わらなかった。それぞれがそれぞれの人生を選んだ。二人は協議の末、離婚することになった。憎み合ったわけではない。ただ選んだ道が違った。それだけのことが夫婦を引き離した。1982年2月、セナは単身でイギリスに戻った。今度は自分だけの決断で、自分だけの覚悟でサーキットに戻ってきた。この年、セナはフォーミュラ、フォード2000に転向し、イギリス選手権とヨーロッパ選手権の両方でチャンピオンとなった。しかしこの年、セナはレース中に死というものを間近で見た。5月、ベルギーのゾルダーサーキットでフェラーリのジル・ビルヌーブが死亡事故を起こした。 F1 の前座として開催されていたレースの現場にセナはいた。その数ヶ月後のホッケンハイムでもリディエ・ピローニが大事故に遭うのを目の当たりにした。
速さを求めることと死が隣り合わせにあること、22歳のセナはそれを頭ではなく目で知った。それでもセナは止まらなかった。翌1983年、セナはイギリス F3 選手権に参戦した。このカテゴリーは F1 への登竜門として知られていた。父ミルトンはこの時期もレース活動への資金援助を拒んでいた。セナは自ら動き、スポンサーを集めて参戦費用を賄った。シーズンが始まると、セナは開幕から9連勝を含む怒涛の勝利を重ねた。後半戦、エディ・ジョーダンレーシングのマーティン・ブランドルが猛追し、2人の関係が険悪になるほどの激しいタイトル争いになった。それでも最終的にセナが僅差で制した。20戦12勝、当時の F3 における最多勝記録だった。最終戦のマカオグランプリでもポールポジションからファステストラップを記録して完全優勝した。 F1 チームがセナを見逃すはずがなかった。この年のうちに複数のチームがセナをテストに招いた。1984年、セナはトールマンというチームから F1 デビューを果たした。トールマンは中堅チームで、マシンの性能はトップチームには遠く及ばなかった。しかしセナはその非力なマシンで早くも才能の片鱗を見せ始めた。そして第6戦、舞台はモナコ。モンテカルロの市街地コースに大雨が降りしきっていた。13番グリッドからスタートしたセナは雨の中で別次元の速さを見せた。1周、2周と順位を上げ、やがて前を走るアラン・プロストに迫っていった。この時プロストのマシンはカーボンブレーキが温まらず、ブレーキのバランスに苦しんでいた。プロストは何度もコース外に手を振り、レース中止を訴えた。32周目、レーシングディレクターのジャッキー・イクスが赤旗を出し、レースは中断された。プロストはその瞬間にマシンを止めた。しかしセナはそのままゴールラインを抜け、右手を高々と突き上げた。まるでウイニングランをするかのように。赤旗中断の規定により、セナの結果は2位と記録された。もし数周多く走っていれば、プロストを抜いて優勝していた可能性が高かった。F1 わずか6戦目のルーキーが雨のモナコで最速マシンに迫った。その事実が世界中の目を一気にセナへと向けた。チームのレースエンジニアだったパット・シモンズは後にこう語っている。セナは信じられないほど正確な走りをするドライバーだったと。水しぶきで視界がほとんど効かない中、セナだけがコースを正確にトレースし続けた。それは才能というより、まるで別の感覚器官を持っているかのようだった。1984年シーズンを終え、セナはロータスへの移籍が決まった。ようやく戦えるマシンを手にする、そのステージへの扉が開き始めていた。4歳でカートに乗り、妻との別れを経て、父の反対を押し切り、死を目の当たりにしながらも、セナはここまで来た。しかしこの男の本当の戦いは、まだ始まったばかりだった。4歳で乗ったカートがセナのすべての出発点だった。妻との離婚も父の反対も、セナはレースを選ぶたびに何かを失っていった。後半はセナが頂点へ駆け上がり、そしてサーキットに散るまでの物語へと続く。1985年、セナはロータスに移籍した。トールマンより戦えるマシンを手にしたが、それでもトップチームのマクラーレンやフェラーリには馬力で大きく劣っていた。しかしその差を埋める場所が雨だった。1985年4月21日、ポルトガルグランプリ決勝。エストリルに豪雨が降りしきった。現代の F1 なら開催すら危ぶまれるような雨の中、セナはポールポジションからスタートし、
一度もトップを譲らなかった。2位に1分以上の大差をつけてゴール。それが F1 初優勝だった。25歳だった。セナが F1 のキャリアで残したポールポジションは生涯65回。その速さは雨の日により際立った。雨のセナという言葉がこの頃から世界中のサーキットで語られるようになっていった。1988年、セナはマクラーレンに移籍した。チームメイトは宿命のライバルとなるアラン・プロストだった。この年のマクラーレン・ホンダは圧倒的な性能を誇り、16戦15勝という歴史的な記録を打ち立てた。セナは8勝を挙げ、初のワールドチャンピオンを獲得した。27歳だった。しかしこの年のモナコでセナはある体験をしている。予選でプロストに1秒以上の大差をつけ、ポールを獲得したセナは決勝でも独走した。しかし残り12周というところでポルティエコーナーの縁石にタイヤがわずかに触れ、バリアに接触しリタイアしてしまった。起きたことが飲み込めなかったセナはピットに戻らず、近くにあった自身の住居に戻り、何時間も連絡を絶った。チームのコーディネーターがようやくセナと電話で話したのは夜9時だったが、まだ泣いていたという。完璧を求めるがゆえの圧倒的な自己嫌悪、それがアイルトン・セナという人間のもう一つの顔だった。翌1989年、セナとプロストの関係は取り返しのつかない方向へと向かっていった。チーム内の取り決めの解釈をめぐって対立が生じ、不協和音は消えなかった。プロストはシーズン途中でフェラーリへの移籍を発表した。そして迎えた第15戦、鈴鹿。ポイントで16点リードするプロストが先行し、セナは追う立場だった。47周目の試験員でセナがプロストの内側に飛び込んだ。接触し、2台はコースアウトした。プロストはマシンを降りた。しかしセナは諦めなかった。コースに戻り、トップでチェッカーを受けた。しかし審議の結果、試験員を通過せず、コースに戻ったことがペナルティーとされ、セナは失格を宣告された。プロストがチャンピオンを獲得した。翌1990年、舞台は再び鈴鹿だった。このシーズン、セナはポイントをリードしており、両者がリタイアすればセナのチャンピオンが決まる状況だった。スタート直後の1コーナー、並んで飛び込んだ2人は接触し、揃ってリタイアした。セナの2度目のチャンピオンが決まった。後年、セナはこの接触を意図的なものだったと語ったとされているが、この発言の真偽については今も様々な解釈がある。1991年、セナは念願の母国ブラジルグランプリで優勝した。しかしこのレースは壮絶なものだった。終盤にギアボックスが故障し、唯一使えた6速のままで走り切った。酷使された体はゴール後、自らの力でマシンを降りることもできず、トロフィーを掲げる腕も上がらなかった。それでも母国のファンの前でチェッカーを受けたその瞬間の映像は今も語り継がれている。1994年、セナはウィリアムズに移籍した。新天地でチャンピオン奪回を狙い、新しいシーズンに臨んだ。しかしそのシーズンは開幕から不吉な影を帯びていた。5月1日、サンマリノグランプリ。イモラのサーキットはその週末から重苦しい空気に包まれていた。金曜日にはルーベンス・バリチェロが時速に100キロ以上でクラッシュし重傷を負った。セナは病院に駆けつけた。翌土曜日の予選、シムテックのローランド・ラッツェンバーガーがフロントウイングの突然の脱落によりコンクリート壁に激突した。頭蓋骨折による即死だった。F1 レースウィーク中の死亡事故は
1982年以来12年ぶりのことだった。セナは事故現場を視察に訪れた。その惨状を目の当たりにして涙を流した。チームの石シドア・トキンスはセナをなだめながらこう言った。君は3度のチャンピオンだ。もうやめにして釣りにでも行こうぜと。翌日のレースを辞退するよう説得しようとした。その時のセナの答えが記録に残っている。シド、僕らの手にはどうしようもないことがある。僕はやめられない。続けなきゃならないんだ。と。翌5月1日の決勝、スタート直後にも多重クラッシュが起きた。それでもレースは続行された。7周目、セナのウィリアムズはタンブレロコーナーで突然コントロールを失い、時速に100キロ近い速さでコンクリートウォールに激突した。事故原因は今も完全には解明されていない。ステアリングコラムの亀裂による操舵不能説と車高低下によるダウンフォース喪失説の両方が指摘されているが、決定的な結論は出ていない。アイルトン・セナは病院に搬送されたが、同日午後6時37分、34歳で息を引き取った。知らせはたちまち世界中に広がった。母国ブラジルではサッカーの試合中にスタジアムのアナウンスでセナの死が告げられた。試合は自然に中断され、スタンドから「俺、俺、セナ」の合唱が鳴りやまなかった。ブラジル政府は全土に3日間の喪に服すよう布告し、国葬が執り行われた。棺を乗せた車列が通る沿道には200万人を超えるブラジル市民が集まったと伝えられている。セナはサンパウロのモルンビー墓地に埋葬された。その墓石にはこう刻まれている。神の愛から私を引き離すことはできないと。F1 はこの事故を機に安全性を根本から見直した。コックピットの強化、バリアの改良、医療体制の整備が急速に進んだ。セナの死が後のドライバーたちの命を救った。死後、セナの姉を中心にアイルトン・セナ財団が設立された。ブラジルの貧困層の子どもたちへの教育支援を続けるその財団は今も活動を続けている。生涯65回のポールポジション、41勝、3度のワールドチャンピオン。数字はそうだ。しかしセナが残したのは数字だけではなかった。雨のモナコで右手を突き上げたルーキーの姿。母国で腕も上がらないままトロフィーを受け取った姿。そして続けなきゃならないんだと言い残してコックピットに乗り込んだ最後の姿。4歳でカートに乗り、34歳でサーキットに散った男の奇跡は今も世界中で語り継がれている。続けなきゃならないんだ。その言葉を残してコックピットに乗り込んだ男のことをずっと忘れられない。私もあの事故をテレビの生中継で見てました。なんとなく平気かなと思って見てましたが、結果は残酷でした。ものすごくショックだったのを思い出します。日本のお笑い番組にも出ていましたし、本当に好きなドライバーでした。ブラジルのサッカースタジアムのセナへの「俺、俺、セナ」、私はあのニュースを見て自然と涙が出てきました。セナの死が F1 の安全を変えた。彼の命がその後のドライバーたちを守っている。音速の彼方へ消えたその男は34年分の速さで永遠の場所にたどり着いたのかもしれない。1994年5月1日、セナがこの世から散った。だけど今も人々の心の中で走っている。それでは次回の主役でお会いしましょう。